どうも、今回もオーバーロードをゆっくり、解説していくぜ。わーい。さて、前回に引き続き3期の解説だぜ。今回は地図要素がたくさん入ってくるんだっけ？前回と比べればな。3期は地図上の移動や部隊の移り変わりが多いから、背景の地図が役に立つだろう。てなわけで、早速話を始めていくが、3期第1話は、ナザリックメンバーの日常を描いたような回だったな。普段とは色々と毛色が違ったけど、あれはあれで面白かったな。本編に出てこないようなキャラの活躍も見られたしね。まあ、それについて詳しく解説するわけじゃないんだが、時系列だけ説明させてくれ。あれらのイベントだが、おそらくは、リザードマン編終了後から、オート編開始の間に起きた出来事だと思われるのだぜ。リザードマン編とオート編の間ってことは、要するに2期の真ん中あたりってこと？ああ。原作では、アインズ様が守護者たちを風呂に誘うシーンで、セバスとソユシャンはオートで情報収集中、という描写が存在する。セバスたちはオート編終了後にはオートから撤退してるから、少なくともオート編よりは前の出来事なんだ。また、アニメでは省かれていたんだが、原作では、風呂イベントと同時進行で、ナザリック統治下のリザードマン集落の様子も描かれるから、リザードマン編よりも後だってことも間違いない。ふむ。2期が終わった後の出来事かと思ってたよ。でもさ、この日常イベントが2期の最中ってことは、同時進行のカルネ村編も、オート編より前の出来事だったの。おそらくはな。個人的な予想だが、原作の作物の描写等から、カルネ村編は、夏頃が舞台になっていると思うのだぜ。まあ、別にそんなに細かいところまで気にする必要はないと思うが。さて、時系列について話したところで本題に戻ろう。さっきも言った通り、カルネ村編は、風呂イベントなどと同時期に起こったことなんだが、そのカルネ村編について、地図で流れを追っていこう。大雑把だが、カルネ村周辺の地形はこんな感じだな。村のすぐ北には、飛ぶの大森林、手森が広がっているんだが、そこを滑る東の巨人、西の魔女、という奴らによって、カルネ村に色々事件が起こるのだぜ。ああ、そういえばそんな話だったね。確か、ナザリックが転移してきたせいで、森のパワーバランスが崩れたから、巨人と魔女が手を組んで、ナザリックと戦おうとしてるんだっけ？そんな感じだ。アインズ様は、森林の中部で建物の建築を進めていたんだが、それによって生物の縄張りや生息域などに変化が生じ、森の中が混乱してしまった。東の巨人グと西の魔女ユラユースは互いに対立し合っていたんだが、森林の勢力図を維持するため、協力してナザリックと戦おうと考えたわけだな。なるほど。でも、そこにどうしてカルネ村が関わってくるんだっけ？二人のうち、グは、ナザリックとの戦いに備え、森の中で兵力を集め始めたんだ。しかし、兵力といっても所詮は捨て駒扱いだったり、ひどい場合だと自軍の食料にすることさえあったから、グの支配から逃れようと、縄張りを移動する者もいたのだぜ。そして、アーグもそんな者たちの一人だったんだ。アーグの部族は命からがらグから逃げ出すが、追ってから逃げる途中でチリジリになってしまい、その一部がカルネソン付近に到達したのだぜ。ああ、それでエンリやゴブリンさんたちに助けられたんだっけ？そして、アーグを救出したエンリたちは、彼から、東の巨人や西の魔女の情報を聞いて、カルネ村にも東の巨人の追っ手がやってくるのでは、と考え、色々と対策を練るんだが、カルネ村の警備を任されているルプスレギナは、アインズ様に村に危機が迫っている、と報告するのを怠った。そのため、後にルプスレギナは叱責を受けることになるんだ。カルネ村は、アインズ様にとって重要な研究拠点だもんね。それに危険が迫ってるのに、自分の判断で報告しないってのは良くないよ。まあ、報告を怠った原因としては、ルプスレギナがカルネ村の価値を理解していなかった、ってのが大きいがな。で、色々あって、東の巨人と西の魔女の情報を手に入れたアインズ様だが、気晴らしと脅威の排除を兼ねて、東の巨人の住処まで出かけることにした。完全にピクニック感覚だね。それで、無事巨人の住居に到着したアインズ様だが、なんとそこには、間がよく、ユラユースとグの4名が揃っていたのだぜ。確か、二人は、対ナザリックのための会談をしていたんだっけ？
その最中に本人が登場しちゃうんだから、なかなか不運だよね。確かにな。そして当然だが、彼らはあっさりとアインズ様に制圧されてしまい、グは死亡。ユラユースはナザリックに従属することになった。で、ある意味ここからが問題なんだが、アインズ様は、グの死体を利用して、ルプスレギナが今後も職務を果たせるかどうかの、テストを作ることにしたんだ。グでゾンビを作って、カルネ村に攻め込ませたんだよね。それで、ルプスレギナがちゃんと村を守るかどうか確かめたと。その通りだ。と言っても、村というよりはアンフィーレア、リージー、エンリの3名を守るだけだがな。この3人はナザリックのポーション研究のキーパーソンなので、できるだけ失うのは避けなければならない。で、テストの結果だが、カルネ村の面々の奮闘やルプスレギナのフォローもあり、無事に攻め手を撃退することができた。これにより、ルプスレギナは引き続き村の監視を任され、戦闘中にいい感じの雰囲気になったエンリとンフィーレアは、晴れて恋仲になった。ってとこで、カルネ村編は一段落だな。ふむふむ。こうして整理すると色々とわかりやすいね。まあ、このあたりは、本筋ではない部分に尺を割きすぎなのでは、定見もあったけど。この辺は原作でも外伝的な扱いだからな。そのようなところに、3期の3分の1近い尺を使ってしまっていては、不満が出るのもおかしくはないだろう。だがまあ、過ぎたことなのでここではノータッチでいこう。そんなわけで、続いて説明するのはみんな大好き、ワーカー編、だ。みんな大好き。とは言っても、この辺りもそこまで地図上の動きがあるわけじゃないから、サクサクと進めていこう。わかりやすさ重視のため、最初からネタバレ全開でいくぞ。まず、事の発端はナザリックの方針転換にある。今まで隠密に行動してきたアインズ様たちだが、数々の勘違いや深読みによって、これからは、ナザリックを表に出していく方針になったんだ。アインズ様の世界征服も面白いかも。って言葉をデミウルゴスたちが拡大解釈して、それがいつの間にかナザリックの方針になっちゃってたんだよね。アインズ様も、まさかこんなことになるとは思ってなかっただろうに。だが、今更あれは冗談だったんだよ、というわけにはいかないからな。そして、会議の結果、ナザリックという国を成立させるのが最も良い手だろう。っていう結論に至り、建国に向けて行動していくんだ。具体的な手順としては、1、帝国を操り、ナザリックに対し問題行動をこうさせる。2、皇帝を謝罪のためにナザリックに呼びつける。3、そこでナザリックの異様を見せつけつつ、建国を認めさせる。ってな感じだな。なるほど。その位置に相当するのがワーカーたちの侵入なんだね。そういうことだ。そこで、まずアインズ様はジルクニフの側近であるフールーダを味方につけたんだ。その後、彼はジルクニフをうまく誘導して、帝国がナザリックにワーカーを派遣するよう取り計らってくれた。哀れな犠牲者が。ワーカーたちは遺跡の調査、という名目で、帝都からナザリックに向けて出発。到着後、探索を開始するが、知っての通り、誰一人として生きて帰ることはなかった。現実は非常だよ。その後、計画通りジルクニフを謝罪に呼びつけるわけだが、その役目には、アウラ、マーレが任せられた。二人は、ドラゴンで直接帝都に乗り込み、多数の帝国騎士を虐殺しつつ、皇帝に謝罪を迫るのだぜ。で、ジルクニフにはもはや選択権がなく、やむを得ずナザリックに向かうことになったわけだが、こうしてみると、何から何までナザリックの計画通りだよね。さすがはデミウルゴス。まあ、知恵者筆頭の面目役女ってところだな。とにかく、そんなわけで、ジルクニフはアインズ様の御前に召喚され、アインズウールゴーンの力をまざまざと見せつけられることとなった。結果、ジルクニフはナザリック建国を認めざるを得ず、帝国は、表面上はナザリックを支援する側についたのだぜ。でも、ジルクニフは裏では対ナザリックの作戦を立てていたんだよね。転移後の世界では、アンデッドとは少女に害を与えるものだ、というイメージが強いため、ナザリックが邪悪な勢力に見えたんだろうな。実際、人間からすれば眉を潜めるようなことも色々やっているわけだし。で、ジルクニフの計画の内容だが、彼は、アインズ様の武力を周辺国へ宣伝し、その脅威を認識させることで、対ナザリック包囲網を結成しようとしたんだ。
そのため、どこかでアインズ様の力を披露する場を設ける必要があるんだが、それには、王国との戦争を利用することにした。現状、ナザリック周辺の土地は王国領ってことになってるから、ナザリック建国のためには、王国から土地を奪わなければならないってわけだな。結果、帝国から王国へ、エランテル一帯を割譲せよ、って書状が送られ、王国 vs、帝国&ナザリックの戦争が始まるのだぜ。作中の描写から、冬頃の出来事だと思われる。冬の戦争か。農閑期だから、農民を徴兵する王国にとってはありがたいだろうけど。結局戦費がかさむのは変わらないがな。そして、当然だが、王国側は帝国の要求を一蹴し、開戦を決定した。戦場は、エランテル近郊の、カッツェ平野、が指定され、両国は戦闘準備を整え始めるのだぜ。ああ、破滅へのカウントダウンが。まずは王国側の動きから見ていこう。王国軍は、農民を徴兵し、総勢24万5000の軍勢を用意した。この大軍はエランテルに集結、駐屯することになるが、エランテルは大規模な駐屯地としての機能も備えているため、兵站の問題はない。この軍勢には、国王のランポッサ3世、第一王子のバルブロ、王国戦士長のガゼフなど、重要人物が軒並み参加しており、指揮はレイブン公が取ることとなった。農民兵のため指揮、連度は低いが、数的には帝国を圧倒しているぜ。一方の帝国だが、帝国騎士、6万の派遣を決定した。これは、帝国全軍の7割以上に相当し、この戦争にかける、ジルクニフの本気度が伝わってくるな。ナザリック包囲網のための重要な布石だもんね。ここで失敗しちゃ元も子もないし、戦力を割きたがるのも理解できるよ。まあな。で、帝国騎士はかなり連度が高いため、数的な劣勢をも覆せる可能性がある。そんな彼らは有能な将軍カーベインに率いられ、帝国がかつて平野付近に建築した要塞で開戦の時を待つぜ。開戦決定から約2ヶ月、両国の準備が整い、ついに開戦かと思われたが、ここで、国王が王子バルブロの身を案じて、彼にだけ別任務を与えて戦場から遠ざけようとしたんだ。確か、カルネ村の調査に向かわせたんだよね。アインズ様がカルネ村を救ったって事実は広まっちゃってるから。その通りだ。命令を受けたバルブロは5000ほどの兵を率いてカルネ村へ向かい、村民からアインズ様の情報を得ようとしたんだが、こう急いだバルブロが村を恫喝したり火矢を追いかけたりと強硬策を取ったせいで、村民の態度は極度に悪化。カルネ村の面々は、アインズ様の足を引っ張らないためにもバルブロ軍と戦うことを決意したんだ。村側はゴブリン、オーガトを主力に懸命に戦ったが、数に押されて甚大な被害を被った。森に向かって逃げている、女子供までもが捕まりそうになったが、エンリが、ゴブリン将軍の角笛、の真の能力を引き出したことで、大量のゴブリンの軍勢が召喚され、危機を脱したのだぜ。一国に匹敵するほどの軍事力だもんね。恐るべしカルネ村。戦闘に敗れたバルブロは敗走し、エランテルへ、ゴブリン兵団の情報を知らせようとしたんだが、道中でルクスレギナに捕捉されてしまい、生かしておく意味がない、ということで殺害されてしまった。本当に恵まれないよね、この第一王子さん。自業自得といえばそうなんだけど、少しだけ同情しちゃうかも。さて、カルネ村方面が一段落したところで、本筋の説明に戻ろう。これらの出来事と大体同じくらい、開戦が直前まで迫ったというところで、帝国の要塞に、アインズ様の手勢が到着した。この軍勢は総勢500機からなり、伝説級のアンデッド、ソウルイーター、にデスナイトなどが騎乗している。一機一機が小国の軍に匹敵するほどの力を持ち、少数ながら容易に王国を圧倒できるだろう。でも、アニメ版では描写が簡略化されて、デスナイトだけの登場だったんだよね。どうせならソウルイーターとかも見てみたかったな。まあ、それは言っても仕方がないだろう。で、とうとう矛を交えることとなった両軍だが、戦いの結末は説明するまでもないな。あれが戦いと呼べるのかどうかはわからないけどね。アインズ様が発動した超異魔法、いや、シュグニグラス、は、一瞬にして王国軍7万の命を奪い、その命を糧として、5体の黒い子ヤギを召喚。召喚された子ヤギたちもまた殺戮の限りを尽くし、王国軍は最終的に18万人もの戦死者を出した。アインズ様との一騎打ちでガゼフも討ち取られ、全軍が敗走することとなったのだぜ。
まさに大虐殺だね。1日で総戦力の3分の2近くを失った王国は、アインズ様と帝国の要求を全面的に承諾。エランテル一帯を割譲することとなり、これにて、アインズ・ウールゴーン魔導国の建国も完了するのだぜ。ガゼフやワーカーの面々、その他多くの兵士の犠牲で、ようやく建国までこぎつけたんだね。こうして地図で見ると色々と情報が整理できたよ。それは何よりだ。実は、この企画は、モンハンの世界観解説のために、地図の使い方を練習しておこう、と思って始めたものでもあったから、当初は、アニメ1期気分だけで終わらせるつもりだったんだが、それを3期まで続けられたのは、すべて視聴者の方々の応援があったからこそです。新しい編集ソフトに不慣れだったため、画質の設定を間違えたり、妙な画面サイズで投稿してしまったり色々とミスもありましたが、最後までご視聴していただきありがとうございました。なんだか最終回っぽい挨拶の仕方じゃない。もしかして、この企画はここで打ち止めなの？正直悩んでるんだよな。いい加減なんか別の動画を投稿したい気もするんだが、以前紹介しきれなかったオバロの地理を紹介したり、ネタバレ覚悟で、アニメ3期以降を地図上で解説するってのも楽しそうだ。というわけで、次回が何の動画になるのかは投稿者の気まぐれだな。いまいち方向性を定められなくて申し訳ないが、次の投稿を待っていただければ幸いです。というわけで、今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。わかりやすい、ためになったという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。